では、早速ですが、始めます。タイトルとしては、AWS で始める機械学習ということで、今回は Amazon フォーキャストに、注目して、時系列予測というものを機械学習でやってみようというお話をいたします。まず自己紹介なんですけれども、私、貞松と申します。データアナリティクス事業本部という、データ分析基盤を構築するであるとか、あとはそれの、可視化の部分、どうやって見せていくか、活用していくかというところを仕事としております。でその部署の中でも、機械学習チームというチームに所属しておりまして、今回扱うような機械学習のサービスであるとか、あとは、その他フレームワーク等々を使った課題解決を行っております。勤務としては岡山オフィス勤務なので、本日も岡山からこちらお送りしております。で好きなサービス、好きな AWS サービスなんですけれども、機械学習尽くしですね。今回お話しするフォーキャストもよく触っております。ブログの方もいくつか書いておりますので、そのあたりご参照いただければと思います。それでは、本日のこのセッションのゴールといいますか、皆様に掴んでいただきたいところなんですけれども、Amazon フォーキャストを使った時系列予測の活用イメージ、なんとなくの活用イメージを持っていただければなと思っております。まず、概要をご説明した上で、操作手順ベースで、どうやって活用するかというのをご説明いたしますので、そちらを元にどうやって使っていこうかなというイメージを膨らませていただければなと思っております。また逆にですね、本セッションで話さないことなんですけれども、時系列予測の理論的な深い話は割愛させていただきます。また、システム構築、このフォーキャストをシステムに組み込んで、ライフサイクルを回すといいますか、運用していくという話もあるかとは思うんですけれども、そこのあたりの詳細な話ですね、ざっくりしたアーキテクチャについては一例を示そうかと思うんですけれども、そうでない、そのアーキテクチャの部分部分の細かい話は割愛させていただきます。それではそういった、目的をもとにですね、本日のセッションのお品書きなんですけれども、まずは、そもそも、このフォーキャストで扱う時系列予測とは何ぞやというところの基礎を軽くお話しした上で、フォーキャストの概要の説明をさせていただきます。その上で、フォーキャストをじゃあどうやって使っていけばいいのかというところを、手順ベースでお話しした上で、軽く、これを使ったシステムの構成みたいなものをご紹介できればと思っております。あとは、一般的によく聞かれる FAQ も多少ご紹介できればと思っております。まずは、時系列予測の基礎なんですけれども、時系列予測とはそもそも何ぞやという話なんですが、これは時間的な連続性を持つ過去の実績データから未来の数値を予測するものです。このグラフにありますように、まずこの緑の線が実績のデータとしてあったときに、じゃあ未来のデータ、オレンジの矢印ですね、上がるのか、横ばいなのか、下がるのか、これを予測するというのが時系列予測の問題になっております。じゃあこれどうやって予測するのかというところなんですが、予測対象のデータ自体の傾向ですね。この上の段のグラフを見ると、なんとなくわかるかと思うんですが、ある一定の周期性がありますね。この周期性をもとに予測したりすることができます。あとは、季節変動であるとかトレンド、あとは外部の環境、要因などに影響されて、数値が上がったり下がったりするところを利用して予測をすることができます。こういった特徴を使ってですね、古典的な統計の手法であったり、今回ご紹介するフォーキャストのように、機械学習を利用して予測することを、時系列予測と言います。では、この時系列予測に、統計的な手法等々も使うんですが、なぜ機械学習が必要なのかというところを軽くご説明します。イメージをつけていただくために、こんな単純なパターンのグラフがあったときに、人力で時系列予測を試みると。目視というか、
頭の中で考えるでもいいですし、Excel 等々を使って何かしら計算してみようでもいいんですけれども、こういった単純なパターンであれば、なんとなく予想できますね。なんですけれども、次の例のように、これだけ複雑になってくると、まず目視での、予測といいますか、傾向を読み取るのは難しいですね。実際こんな形になるんですけれども、さすがに人力だと難しいと。なんですが、こんな複雑に見えるグラフでも実はパターンがあります。こんな形で今赤い線がかぶさってますが、このパターンの繰り返しなんですね。で、このパターンが読み取れたとしても、実はよくよく見るとこんなところに外れたパターンがあったりして、非常に認識が難しかったり、あとわずかな差異っていうのを見つけにくかったりします。こういったところに対応するために機械学習が必要になってきます。はい、時系列予測の基礎を押さえたところで、それではフォーキャストの概要に入っていきます。Amazon フォーキャストとはなんですが、公式にも書いてあるんですけれども、機械学習の経験なしで使用できる Amazon コムと同じテクノロジーに基づいた正確な時系列予測サービスと謳っております。具体的に何ができるのかというと、予測したい数値を含む時系列データ、先ほどのグラフのようなデータですね。これを、フォーキャストにインポート取り込みます。そして時系列予測のアルゴリズムが、あらかじめ用意されているので、それを使って学習を実行します。また、オート ML の機能も用意されているので、それを利用すればアルゴリズムの選択自体も不要になってきます。そして学習したモデル、予測値という名前で、フォーキャストでは扱われているんですけれども、この学習済みモデル、予測値を用いて予測を作成することで、簡単に時系列予測ができると。もうこのステップだけで時系列予測が簡単に作成できてしまうというものになっています。このフォーキャストを使うメリットなんですけれども、一般的な時系列予測のプロセスとして、このようなプロセスがあるんですけれども、データ収集前処理からアルゴリズムの実装、学習済みモデルの性能検証をして予測の可視化をするまでというところなんですけれども、実際のところ、これら全部自前で準備実装しなければいけないということになっておりますが、フォーキャストを使うとですね、このような形でデータを収集して前処理する、フォーキャストで取り込める形のデータにしてしまえば、あとはフォーキャストの機能で全て賄うことができる、実行することができるというところがメリットになっています。この実装性能検証可視化について、フォーキャストが用意している機能としては、アルゴリズムはすでにビルトインの予測アルゴリズムが用意されているので、こちらを使いましょうという話です。そして、性能検証としては、一般的な評価指標ですね。時系列予測の評価指標、一般的なものをメトリックスとして収集して表示してくれるので、こちらを扱うことができます。また、予測の可視化として、コンソール上でですね、実績データと予測データを合わせてグラフ化することができるので、こちらで簡単にグラフを作成、可視化することもできます。また、データをエクスポートすることができるので、エクスポートさえしてしまえば、あとはもう Excel 上であろうと、他の BI ツールであろうと、他のものに連携して可視化をすることができるので、非常に便利な機能となっております。このフォーキャストの時系列予測の活用領域なんですけれども、活用できる領域、主には、小売りの需要予測であったり、在庫予測、リテール関連のものであったりとか、あとは、従業員労働力の計画、ウェブトラフィックの見積もりなど、リソース計画であったりとか、ウェブのリソースの管理であったりとか、そういったところにも使えます。あと、用意されているドメインの中で面白いのが、EC2 のキャパシティ予測、このあたり Amazon っぽいなというところがありますね。じゃあ、フォーキャストどうやって使ったらいいんだろうという話なんですが、利用方法はいくつかあります。今回は、マネジメントコンソール上、ウェブの画面上での操作をご説明するんですけれども、その場合、実験的な仕様であったりとか、モデルのチューニングであったりとか、そういった試行錯誤のフェーズには非常に向いているかと思います。
以下、AWS CLI であるとか、Jupyter ノートブック、あとは AWS SDK などから、使用することができるんですが、このあたりはですね、実際にプログラムのコードから呼び出して、システムの方に連携するなどのそのシステムへの組み込みですね。このあたりを考えるときに向いているんじゃないかと思います。ということで、用途やフェーズによって利用方法を選択していただければと思います。はい、ここまでがフォーキャストの概要となっております。で、ここからは、実際のフォーキャストを使った手順ベースの活用方法のご説明となります。ユースケースとして、レンタル自転車の需要予測なんですが、先日の DevIO コネクト、私のセッションに来ていただいた方も、見ていただいた方もご参加者の中にはいらっしゃるかと思うので、例題としては同じじゃないかと思われる方も一部いらっしゃるかと思うんですけれども、今回は、前回のその回帰の予測と違ってですね、天気等々のそのメタ情報からその日の予測をするのではなくて、長期的な時系列のデータを用いて、その先のある一定の期間の台数を予測するという、時系列の予測になっておりますので、内容としてはちょっと異なるものになっています。データの特性としまして、フォーキャストに取り込む形にする必要があるので、こちらちょっと加工しているんですけれども、アイテム ID という列が貸し出しの、店舗といいますか、貸し出しのスポットですね。どの場所から貸し出されたものかというものの、ID になっています。そしてタイムスタンプは日別の1時間刻みですね。何日の何時という単位で、タイムスタンプが入っております。そしてその1時間あたりの貸し出し台数がデマンドという列に入っております。データ期間としては、2011年から12年の2年間分なので、サンプルのデータとしては結構大きいデータになっていますね。こちらを使って、実際のユースケースをお話ししていきます。フォーキャストの構成要素をまず最初にお話ししておかないといけないんですが、このような形でですね、一つの予測に対して、一番大きな括りとしてデータセットグループというのがあってですね、これに囲われて、必要なデータセットですね、先ほどのサンプルデータのようなデータのセットを取り込んで予測していくような形になります。実際の画面もですね、こちら、今、フォーキャストのマネジメントコンソールのウェブの画面なんですけれども、左のサイドバーを見ていただくと分かりますように、データセットグループというのがトップにありまして、その下にデータセット、プレディクターというのが予測詞ですね。で、その下のフォーキャストっていうのが、実際の予測という形で、データセットグループに囲われる形で、予測を作っていくような形になります。はい、スライドの方に戻りますが、こういった構成でですね、じゃあどういう順番で作っていくかというと、外側から順番に作っていくような形になります。データセットグループを作ってデータセットを作成。データセットの中にデータをインポートして予測し、学習モデルを作って予測をするというような流れになります。では、この流れに沿ってですね、順番に予測を作っていくところのご説明をします。まずデータセットグループの作成です。ウェブ画面上でポチポチと、操作していくので非常に簡単なんですけれども、順を追ってご説明いたします。まずトップのページからですね、Create Data Set Group というボタンがあるので、こちらを押していただくと、このような形で、データセットグループ名ですね、1位の名前をつけて、あとはドメインを選ぶところが出てきます。でこのドメインなんですけれども、要は業務ドメインですね。先ほど活用領域のところでもお話ししたんですけれども、リテール、これ小売りの需要予測ですね。インベントリープランニング、サプライチェーンの在庫の計画。以下同じように、業務のドメインごとに、このフォーキャストのドメインというのが用意されています。ですので、扱うデータに応じてこのドメインを適切に選んであげれば、より良い予測ができるように準備されております。用意されているドメインにはまらない場合ですね、その場合は一番下のカスタムというところ、こちらですね。これを選んでいただければ大丈夫かと思います。なので今回はですね、こちらで選んでますが、
貸し出し台数の予測なので、リテールを選んで実行することになります。はい、データセットグループができましたら、次はデータセットの作成です。でデータセットの作成なんですけれども、こちらも名前は付けないといけないんですが、それ以下はですね、データの時間刻み、今回は1時間刻みなので、アワーを選択していただくことになります。そして、スキーマ定義、こちらは選んだドメインによって多少異なるんですけれども、基本的には、予測する単位ですね。今回だと貸し出し店舗みたいなところでアイテム ID があって、実際に時系列の単位、データの時間の刻みがタイムスタンプに入っていて、予測する数量、今回はデマンドという列ですけれども、このあたり、ちょっと名前が違う場合もありますが、基本的には予測する数値ですね、が3番目に入ってくるような形になります。あとは任意のスキーマというところで、えー実際に予測する時系列のデータ以外のメタデータ的なところですね。今回の貸し出しで言うと、店舗の規模だったり、あとは店舗がある地域であるとか、そういったところのメタデータを入れておくとですね、さらに予測の精度が上がるというところがありますので、そのあたりは、アドオンといいますか、アペンディクスとして用意することもできます。選択可能な時間単位なんですけれども、最小単位は分ですね。分から年まで選ぶことができますので、こちらは実際に予測したいデータに合わせて選択をお願いします。これでデータセット、データを入れる枠までができたので、実際にデータをインポートします。データインポートでも、同じように1位の名前を付ける必要があります。で、名前を付けたらそれ以下でですね、タイムスタンプのフォーマットと、実行するための IAM ロールですね、S3 に置いたデータをですね、読み込んでインポートするので、S3 のリード権限がある IAM ロールを選択する必要があります。で、ここでちょっと困った話なんですけれども、タイムスタンプのフォーマットが現在、年月日をハイフンつなぎにするフォーマットしか対応してなくてですね、日本でよくある、世界的にもよくありそうなんですが、スラッシュ区切りに対応していないので、そのあたり加工が必要な点ご注意ください。こちらアップデートしてくれると嬉しいなと思っているんですが、今のところはこのフォーマットしか使えないようになっています。はい、これで、データセットにデータがインポートできましたので、実際にこのデータを使った、予測モデルの学習を行っていきます。こんな感じでですね、ダッシュボードで、データのインポートが完了したらアクティブになりますので、右のプレディクタートレーニング、予測値の学習をスタートします。で今ちょっと QA が、一つ来ているので、ちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、関連データセットやメタ情報のデータセットを使用するときは、時系列データと時間の流度は同じでないとダメなんでしょうかというところがあったんですけれども、ちょっとざっと戻らせていただきますと、このリレーテッドタイムシリーズというメタ情報の時系列データ、そのターゲットとなる予測をしたいデータでないメタ的な時系列情報を入れるところがあるんですけれども、こちらのデータの時間の流度は、ターゲットの時間の流度と合わせる必要があります。なぜかというと、もう、完全にそのターゲットとなるデータと一対にして、対になって学習をする必要があるというところと、実際に学習した予測データを作るっていうところでですね、同じ流度で、予測のデータを作って予測の可視化を行うということを実行するために、時間の流度を合わせていないと
不整合が発生しますので、そこは流度を揃える必要があります。というところで、はい、すいません。ちょっとスライドをパーッと戻りますが、ここですね、予測詞の作成ができました。予測モデルの学習、予測詞の作成なんですけれども、こちらも名前を付けた上で、予測の範囲というのを決めます。予測の範囲というのは、今、その学習データ、予測の学習をするために入れたデータの末尾から先、未来をどの期間予測するかというのを設定します。ここで72と入れてますが、72時間ですね。なので、日に表すと3日間分未来の予測を作るようになります。で、時間の刻みはもちろん、予測モデル、違いました。失礼しました。データセットで設定したときと同じように、時間単位なので、アワーを設定します。で、予測アルゴリズムの選択のところなんですが、マニュアルで準備されているアルゴリズムを選択することもできますし、AutoML を選択して自動的にアルゴリズムを選択してもらうということもできます。ここで、用意されているアルゴリズムなんですけれども、この5種類が現在は用意されています。それぞれ、特徴といいますか、得て増えてみたいなものがあるんですけれども、特に、注目したいのが2番目の DeepAR プラスというものがありまして、これが、再帰型のニューラルネットワークを使用して時系列予測をするアルゴリズムで、俗に言うディープラーニングですね。深層学習を使った機械学習のアルゴリズムとなっております。これは非常に強力なアルゴリズムなので、AutoML を使って予測をかけた場合に、よくこの DeepAR が最終的に選ばれるということがあります。それぐらい非常に強力なアルゴリズムになっています。また、AutoML の話なんですけれども、これどういう仕組みかと申しますと、使用可能な先ほどご説明したアルゴリズムをすべて実行してですね、最も評価が良かったものを採用するという結構力技な、ツールとなっておりまして、メリットとしては、そのアルゴリズムの選択をするための前提知識がなくても、この機能を使用、予測の機能を使用することができるというところなんですが、要は総当たりなので学習時間が非常にかかると、その分料金もかかってしまうというのがデメリットになっております。なので、ある程度アルゴリズムの当たりがついている場合は、もうマニュアルで選択してしまった方が効率的かなと思います。であとは、予測詞の作成画面のオプションの部分なんですけれども、このあたりは、ちょっと細かいので割愛したいんですけれども、主にその学習をしていく上で、その評価指標を算出するためにテストをする部分の設定となっておりまして、どのぐらいのデータ幅をテストデータとして使って、その評価指標を算出して、最終的な評価値を得るかっていうところの設定になっています。基本的にはもうここはいじらずにデフォルトのままで実行することをお勧めします。で、実際に、作成した予測詞の詳細画面なんですけれども、トップのところでこんな感じでですね、WQL って書いてますが、これが評価値の一つなんですけれども、評価値が出ていたり、AutoML 使ったか使ってないか。で、使った場合は、じゃあ最終的にどのアルゴリズムが使用されたのかというところが表示されています。今回の場合ですと DeepAR プラスが採用されています。でその他の詳細の画面なんですけれども、こんな感じで予測のメトリックスですね、評価指標が表示されています。でここで表示されている評価指標なんですけれども、あんまりまだ細かい話するとあれなんですが、先ほどのオプショナルの設定のところでですね、テストに関する設定だと申し上げたんですけれども、こんな形でですね、学習するデータ、実績データ全体に対して、この末尾のいくらかをテストデータとして作った予測モデルで、この部分を予測実際にしてみるんですね。で、実績はこの青い線なんですけれども、予測
実際やってみると、この赤い点線が出たとなると、ここに誤差があります。この誤差の分がどれだけ小さくなるかっていうのが評価指標になってきます。ちょっと細かい話なんですけども、そのあたりを踏まえた上でですね、次の評価指標のところ、数式のところはもう無視してください。無視しなくてもいいですけれども、あまり気にしないでください。評価値として2つあるうちの1つなんですけれども、平均平方事乗誤差、これよく時系列予測だけじゃなく、機械学習の、予測の指標として使われますが、とにかく値が小さいほど良いと、誤差なので、値が小さいほど良いというところを押さえておいてください。でまた、重み付けされた分位損失。またこれも損失、ロスなので、値が小さいほど良いというところを押さえておいてください。なので、ちょっと戻りますと、ここに出ている、分位損失の値であるとか、平均事乗誤差の値、これがとにかく小さい方がいいというところを押さえておいていただければと思います。はい、ここまでで、予測モデルの学習が終わりました。なので、この予測モデルを使って実際に予測を作成してみます。こんな感じでですね、予測士の学習が終わってアクティブになっているので、予測を作成するフォーキャストジェネレーションをスタートします。この画面は非常にシンプルで、名前をつけて実際に学習したモデルを選択します。で、その下、オプショナルでフォーキャストタイプというのがあるんですけれども、こちら分位数を設定するというところで、こちら説明するとまた細かい話になるので、後ほどざっと説明はするんですけれども、ここで分位数というものが設定できるというところだけ、述べておきます。デフォルトは10、50、90となっています。なので、何も入れなければ10、50、90で設定をされます。で、次に、予測の可視化なんですけれども、実際に作られた予測を使ってですね、グラフを作っていきます。それもこのマネジメントコンソール上で実行することができます。こんな感じの画面でですね、実際に作った予測ですね、なんとかフォーキャストみたいな名前のやつを選択して、予測のこのグラフ化したいデータの期間を選択します。2012年いっぱいまでデータが実績としてあるので、ちょっとその手前ぐらいからグラフの期間をスタートして、2013年入ってからの未来の予測のデータですね、を表示したいので、このぐらいの期間を設定します。で、このアイテム ID バリューというのは、どのアイテム ID、どの店舗に対して予測のデータを表示するかという設定になっております。で、実際にやるとこんな感じなんですけれども、先ほど申しました、10、50、90みたいな話ですね。分位数の話がここに出てきます。左側のこのグレーの部分が実績のデータですね。すでにあるデータのグラフになっております。で、このカラフルな3本のグラフ、これが予測のデータになっています。で、この3本、P10、P50、P90 とあるんですけれども、俗に言う上振れ、下振れに対する考慮になります。ざっくりとした説明なので、細かいところはまた別途調べていただければと思うんですけれども、例を商品在庫とすると、P50 が予測の基準値ですね。これが基準というところで、これに対して在庫のリスクや投資コストが高い、在庫を置くスペースがないであるとか、あとは在庫を抱えておくコストが高いってなった場合は、P10 ですね。こう戻りますと、この P50 に対してちょっと低い値ですね。こちらを採用するということになります。で、逆に、在庫を全然置くところがありますと、機械損失コストの方が高いですと。どんどん売れているので、在庫切れでお客さんが、商品買えませんという方が非常にリスクが高いということであれば、逆にですね、こちら、高い方の P90 を採用するといった使い方になります。
はい、ここまでで、予測の可視化、グラフ化のところをご説明したんですけれども、さらに予測の値自体をですね、エクスポートすることもできます。エクスポートさえしてしまえば、冒頭で述べましたが、Excel で扱ってもいいですし、他の BI ツールで扱ってもいいですし、自由自在なので、えーこの機能を使って他のシステムなりツールなりと連携することもお勧めです。で、エクスポートの画面で、エクスポートの画面じゃないですね、失礼しました。予測の詳細画面ですね。シェアバイクアワーフォーキャストという、予測の画面の中に、Create Forecast Export というボタンがあるので、こちらを使ってエクスポートします。で、エクスポートの設定なんですけれども、これでまたちょっと1位な名前をつけなきゃいけないので、まずは名前をつけて、で、エクスポートしたい予測を選択します。先ほど可視化したフォーキャストですね。こちらを選択して、で、あとは出力先がまた S3 バケットになりますので、S3 バケットに対して書き込み権限のある IAM ロールを設定します。で、その上でですね、実際に出力する先の S3 バケットのパスを設定します。これだけで、出力することができて、実際にはこんな形ですね。設定した、バケットのパスの下にですね、このチェックとかサクセスとかいうメタデータ的なものも出力されちゃうんですけれども、基本的にはこの下のパートなんとかかんとかが、予測結果の入った CSV のファイルになっています。で、中身としては、こんな感じですね。アイテム IE とデート、タイムスタンプと、あとは P10、50、90みたいに、実際に作成された予測の値がずらっと入っていく感じになっておりまして、でこれを使って、外部の BI ツールとか分析ツールに連携するという使い方が想定されます。はい、ここまでが、手順ベースではありますが、フォーキャストを使った重要予測のご説明でした。でこの重要予測などの、実例に適用するときに、システム化したいよという話になったら、どんな感じでシステムを組めばいいのかっていう、概念図的に捉えていただければと思うんですが、アーキテクチャの一例をここでご説明いたします。当然、主軸はですね、真ん中にあるフォーキャストなんですが、学習のデータを用意する必要がまずありますので、何かしらデータ集積、データ分析基盤が、一番上にあった上で、そこから学習データを取り出して、フォーキャストに入れていくことになります。で実行制御としては、考えられるのが一番簡単なのはステップファンクションズかなというところで、ここで実行制御した上で、実行した履歴であるとか、メトリクス、あとは通知ですね。というところを、以下の S3 であるとか、クラウドウォッチ、SNS みたいなサービスでやってあげるとよりいいのかなというところが考えられます。あとは、出力したデータは S3 に吐き出されますので、先ほどのエクスポートの話ですね。なので、こちらを、Amazon アテナでもいいですし、この S3 のデータを、また別の、データ集積基盤に載せた上で、他のツールと連携する等が考えられます。こちら、Amazon、AWS でいうと Amazon クイックサイトであるとか、その他、有名なツールでいうと Looker、Tableau などが考えられます。このあたり、データ集積、データ分析基盤の部分であるとか、BI2 のところも含めて、私の、データアナリティクス事業本部の部門が、取り扱っておりますので、何かご興味ありましたら、お気軽にご相談いただければなと思います。はい、ここまでが、ざっとしたフォーキャスト自体のご説明だったんですけれども、残りで、FAQ ということで、フォーキャストの料金であるとか、セキュリティであるとか、システム化採用する上で気になるところだと思いますので、一応ここで触っておきます。詳しくは、公式のホームページを参照したりであるとか、あとは問い合わせになるかとは思うんですけれども、フォーキャストの料金体系としては、
生成された予測データストレージ、トレーニング時間に対して課金が発生します。で、データストレージとトレーニング時間っていうのはイメージつきやすいかと思うんですけれども、生成された予測というのは何ぞやというと、この下に書いてあるんですが、各アイテム ID に対して作成される一つの分位数 P なんとかですね、が1予測になります。なので、例えばさっきのアイテム ID1 番に対して P10、P50、P90 という予測が作成されていたら、それは3予測になりますね。で、アイテム ID の数が1000になれば、1000倍なので3000予測となります。なので、この場合ですと、1000予測あたり0.6ドルなので、3000予測の場合は、サブ68で1.8ドルとなります。そんな感じの計算になりますので、ご参考にしてください。あとは、セキュリティ面なんですけれども、データ保護に関しては、保管時及び転送中の暗号化ということで、キーマネジメントシステム、キーマネジメントシステムや、デフォルトの S3 キーなど暗号キーの管理も使用することができます。あとはアクセス管理で、これは単純なところですね。IAM による認証であるとか、ポリシーを使ったアクセスの管理。アクセスできる人を絞り込んだり、アクセスできる場所を絞り込んだり、などしてセキュリティを担保します。あとは操作したログの記録であるとか、メトリックスのモニタリングをすることによって、何かあった場合の追跡であるとか、異常があった場合の検知などを行うこともできます。はい。以上で説明の方は終わりとなりまして、最後にまとめです。Amazon Forecast は機械学習の経験がなくても使用可能な時系列予測サービスと、謳っておりますが、実際にご説明した中で AutoML 等々を活用すれば、機械学習の前提知識がなくても利用できるサービスというところがご理解いただけたかと思います。で、データの収集前処理というところは必要なんですけれども、これさえしておけば、GUI ベースでも時系列予測が簡単に作成できます。でまた、日付のフォーマットなどの制限とか課題とかいくつかあるんですけれども、すでに時系列データを蓄積している場合であれば、幅広い分野で活用できるんじゃないかなというふうに考えております。はい、私からの発表は以上となります。ありがとうございました。